どうもきみまろです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日はこちらの iPhone 17 Pro と一緒に買い揃えたアクセサリーや周辺機器をまとめて紹介します。僕は毎年 iPhone をね買い替えていますが、今年はねこの iPhone 17 Pro のシルバーを購入しました。今回もこの iPhone 17 Pro の薄さや重さをなるべく損なわないようにケースはつけずに限界まで裸で使っていけるよう必要最小限コンパクトに収めるアクセサリーを厳選してみましたので、これらを紹介していきます。 iPhone 17 Pro よりさらに薄い iPhone Air やその他にも無印の iPhone 7やそれ以前の機種をお使いの方にも参考にしていただけるものを紹介していきますので、よかったら最後までご覧いただけたらと思います。ではね、この iPhone 17 Pro と一緒に買い揃えていったアクセサリー早速紹介していきましょう。まずはこちらのカメラのレンズを保護するカバーですね。すでにつけていますが、今回は初めて買うんですけど、ジェテックっていう読むんですかね。ジェテックのアルミ合金製のレンズカバーを選びました。レンズカバーは僕毎年ね、2マソのものを選んでいたんですけど、今年はね、ストアから消えちゃったんですよね。iPhone 17 Pro の販売前には販売されてるのを僕も確認しているんですけど、今ね、ストアからなくなっちゃって買えなくなってて、なんかね、問題とかあったんですかね。そんなわけで今回はね、こちらのジェテックのものを選びました。で、色は iPhone 17 Pro の本体がシルバーなので、もちろんシルバーもあるのでシルバーを選んでもよかったんですけど、この部分だけ今回ねオレンジにしてみたくて、あえてオレンジを選んでみました。この組み合わせね、個人的にはめちゃくちゃ気に入っています。取り付け方も簡単で、裏側がシールになってるので、このカメラレンズの3つのレンズに合わせる形で貼り付ければずれることがないですし、簡単に取り付けることができます。レンズにだけ貼るフィルムのようなタイプみたいに気泡が入る心配もないです。で、質感もすごい良くて、マットのアルミ合金製なので高級感もあってね、この本体の質感にね非常に合います。あとこんな感じで厚すぎないので、カメラにねこれが映り込んでしまったりすることももちろんないし、品質的にもね全く問題ないです。ただ一つ注意があって、これ粘着力がめちゃくちゃ強いので、しっかり貼れる反面、またね外したいと思った時に結構外すのが大変かもしれないです。というのを僕もねレビューで見まして、ちょっとそれ剥がれなくなっちゃうのも困るなと思ったので、貼る前に一度ね手のひらにペタペタとくっつけて粘着面をね触って若干粘着力を落としてから貼りました。さっき一回こう爪入れて剥がしてみたんですけど、一応剥がすことはできたので、それでいてね絶対取れることもなさそうな感じなので、1回ぐらいねその手に貼り付けてから貼ると粘着力がちょうど良くなると思います。見た目めちゃくちゃかっこいいですよね。で、これと似たようなものをもう一枚実は買ってみていまして、こちらなんですけど、こちらが JF ステインというところのレンズカバーなんですが、こちらの方が昨年の iPhone 16 Pro Max につけていた2マソのレンズカバーにね似てるんですよね。この穴の部分が完全に透過していて、こっちはねガラスフィルムが貼られてますけども、こちらはね完全に穴開きになってる状態。こちらの方が凹凸もなくねこういうフォルムなので、できればねこっちのタイプを貼りたかったんですけど、これねオレンジ購入したんですけど、ちょっとだいぶオレンジの感じ違くないですか？多分コズミックオレンジに近いのはこっちだと思うんですよね。それに比べるとなんかこうカッパーというか銅みたいな色になっている、ゴールドにも近いようなちょっと明るいオレンジなので、これだとねちょっと合わないなと思って、なんかちょっと違いますよね。なので今回はねこっち形ちょっと違うんですけど、こちらのジェテックのものを選びましたが、色合い的にはねこちらの方が個人的にはマッチしてるというか満足してますね。こちらの方がね凹凸がないので、パチッとねはめた時にカメラレンズの凹凸をねなくす形で保護できるので、これは好みの問題だと思うんですけど、こちらを選んでみてもいいんじゃないかとは思います。僕は今回こっちにしました。一応こちらも概要欄にリンク貼っときます。はい、そんなわけでまずカメラレンズフィルムはこちらのジェテックのカメラレンズフィルム、こちらを選びました。あとこの画面を保護するガラスフィルムですね。ガラスフィルムは今回は ESR のガラスフィルムを貼りました。今までこちらもね2マソのものを使うことが多かったんですけども、なんかね iPhone 17シリーズ用のガラスフィルムはこう縁の部分が浮いちゃうとかね話題になっていたので、今回は2マソはパスして試しにね ESR のガラスフィルムを使ってみました。こちらもとにかく貼りやすかったです。付属のウェットシートとクリーニングクロスと、あとホコリを取る粘着テープで表面をね綺麗にしておいて、でガイドの突起にフィルムをこのように挟み込みまして、でガイドの枠に iPhone 17 Pro をはめ込みます。
それで蓋をします。あとはこのフィルムをゆっくり引っ張っていって完全にこれを抜き取ってから2秒ほど押さえ込みます。こうするだけでケースを開けるとフィルムは貼られた形になります。多少ね気泡が入ったりするんですけど、これもね付属のスキージを使ってこのように気泡を逃がすことで綺麗にね貼ることができます。こんな感じでかなり簡単に貼れるので失敗することはないとは思いますが、もし失敗しても予備のガラスフィルムが2枚入っているので2回ミスしてもやり直せます。3枚入りでね2199円なんでコスパもねめちゃくちゃ高いですよね。17 Pro のディスプレイはセラミックシールド2が採用されていてかなり丈夫ではあるんですけど、ここもやっぱりね傷つけてしまわないか不安なので今回もこのようにガラスフィルムを貼ってみました。ちゃんと保護してくれるけどすごく薄いので透過性も高いですし、指が引っかかる感じもなくとても使いやすいと思いましたね。貼っているのを忘れるぐらい極薄のフィルムです。こちらもねおすすめです。あと本体の保護ですが、僕はね普段はケースは長いこともつけていません。 iPhone の薄さや軽さを損なわないようにずっとね裸で使っています。裸族です。その代わりにこちらのモフト 8-in-1 多機能スタンドというのをこのようにね取り付けて使っています。これはこのようにマグセーフで iPhone 17 Pro の背面に吸着させられて、このように広げるとスマホスタンドとして使うことができるんですが、さらにここにねカードケースもついてるんですよね。普段から持ち歩く会社のセキュリティカードとか、今ねこうねクレジットカードを入れてますけども、こういうクレジットカードであるとかをこの中に入れて、あとねキャッシュレス決済ができなかった時のために僕はね普段は1000円札を1枚挟んで使ったりしています。このようにねカードケースが 8-in-1 になったことでついてるんですよね。これがねすごいいいんですよね。あともちろんもともとねこれ7変幻の頃からそうですけど、スマホスタンドとしての使い勝手も非常に良くて、このように立ててね使うこともできますし、さらにここを広げるともう一段階高くできるのでこの高さで見ることもできるし、iPhone を横にして動画鑑賞とかこういった使い方もできます。あとあまり使ったことはないですけど、このように折りたたんで使えば自動リボンというかね、こういった使い方もできます。一番高い高さだとこの高さが一番高くできるのかな。こういった感じで縦動画をね撮る時とかに三脚代わりにもなったりするので、iPhone で撮影を縦動画とかね撮影することが多い方とかは三脚を持ち歩く必要もなくなりますので、これねおすすめです。本当にね多機能なスマホスタンドです。はい、こちらがモフトの 8-in-1 多機能スタンドですね。今日紹介するアイテムは全て概要欄にリンクも貼っておきますので、気になるものがあったらねチェックしてみてください。続いてバッテリーとかね充電器周りを紹介していきましょう。まずはこちらモバイルバッテリー。 iPhone 17 Pro はバッテリーの持ちもね非常にいいので、今のところ一日中使っていてもバッテリーがね切れることはなかったんですけども、なのでモバイルバッテリーは持ち歩かなくてもいいかなと思いつつも、念のために一つ持っておこうと思って小型の超軽量薄型なものを探していて見つけたのがこちらです。マテックのマグオンウルトラブレード5000です。これ厚さ 7.55 ミリと超薄型のマグセーフ対応のモバイルバッテリーです。この薄さで 5000mAh の容量があって、さらに Qi2 搭載なのでマグセーフで最大 15W の充電ができます。マグセーフ対応なのでこのようにね iPhone の背面に直接つけて充電することができます。でこの薄さすごいですよね。 iPhone よりさらに薄いので合わせて使っていてもね全然こうモバイルバッテリーをつけている感じがしないぐらいに薄いです。でこれよりさらに薄いマグオンウルトラスリム5000っていうのがあるんですけど、あれはね Qi2 じゃないので iPhone 17 Pro だと最大ね 7.5W の給電しかできないんですよね。なのでどちらにするかね僕も悩んだんですけど、こちらのマグオンウルトラブレード5000を選びました。0.7mm ぐらいねこちらだと増すんですけども、使用感を考えたらねこちらの方が現実的というか使えるんじゃないかなと思うんですよね。で下にはねこのように USB-C 端子もついているので USB-C で有線接続すれば iPhone を最大 22W で充電することができます。より急速にね充電することができますね。バッグの中にモバイルバッテリーを1つだけ入れておくというのであればこちらねちょうどいいんじゃないかなと思います。それか今まで何度か紹介しているこちらもね選択肢に入れてもいいかもしれないですね。アンカーのパワーバンクです。これは折りたたみ式の USB-C 端子がこのように下についているモバイルバッテリーで有線になりますので最大 22W 出力で充電することができます。これもねこのサイズで 5000mAh あります。
こちらはマグセーフではなくて iPhone の USB-C 端子にこのように直接差し込むタイプなので、先ほどのねこのモフトとかこれをつけた状態でも USB-C コネクタから充電することができます。挿したまま使っていても外れることもないので、充電したまま iPhone を使うことができます。これもねコンパクトだし、これ折りたたむとさらにコンパクトになりますし、バッグの中に1つ入れておくモバイルバッテリーとしてはこちらもねおすすめではありますね。あとこういったモバイルバッテリー自体もバッテリーをね充電していないと中が空の状態で持ち運んでしまうなんてこともたまにあるんですけども、出先でバッテリーからの充電ができなくなってしまったって時は USB-C コネクタからケーブルと充電プラグを挿してカフェとかで充電するということになると思うんですが、そんな時のために持っておくと安心なのがこちらですね。おなじみのアンカーパワーライン3フローの USB-C のケーブルです。おなじみの絡みにくいケーブルですね。ケーブルにシリコン素材を採用しているので柔らかくしなやかで手触りもサラサラでバッグの中でも絡むことがまずないです。で長さは 0.9m のものと 1.8m のものがありますが、持ち歩くのであれば 0.9m がいいんじゃないかなと思います。今ねこれデスクのそばで使ってるんで 1.8m のもので、あとこれもねこのケーブルホルダーは無印良品のものを使っていて、このケーブルについているものではないですけど、デスク周りではこの 1.8m を使ってますが、持ち運ぶのであれば 0.9m が短くていいと思います。90cmですね。このように充電しながらカフェとかでスマホも見ながら充電もするとかであればこれぐらいの長さがあった方がいいと思うんですけど、画面を見ずに一旦スマホを置いて充電するとかであったら、集中して充電させるということであったらより短いタイプの USB-C ケーブルもおすすめです。こちらは CIO の充電ケーブルなんですけども、こちらの方がねより短いのでガジェットポーチとかバッグの中で邪魔にならないのでいいんじゃないかなと思います。これもねこのアンカーのケーブルと同じように表面がシリコンのケーブルなんですけど、これいいのが長さがね 15cm しかないんですよね。非常に短い。なので充電をするだけであればこの方がこうしてプラグを挿してコンセントに挿せば、充電するだけだったらこれぐらいの方がバッグの中ではかさばらなくていいかもしれないですよね。で先ほどから何度か話に出ている急速充電プラグですが、プラグはこちらをおすすめします。アンカーの511チャージャーナノ 330W のタイプです。 iPhone 17 Pro は 40W だと最大パフォーマンスで充電できるんですけど、これでもね 30W 出力なので、この充電器があれば iPhone 17 Pro をある程度はね急速充電することができます。 40W 以上の電源プラグだとこのプラグ自体がね結構大きくなってきちゃうんですけど、これならばねこのサイズかなり小さいですよね。このサイズだし、このプラグ部分はこのように折りたたむこともできるので持ち運びにはねこれぐらいがいいんじゃないかなと思います。この辺りも持っておけばねバッテリーで悩まされることはないんじゃないかなと思います。あと iPhone 17 Pro の USB-C 端子で Apple Watch とか AirPods を充電することもできるので、そんな時のためにねこちらも持っておくことをおすすめします。こちらアンカーのポータブルマグネティックチャージャーです。これはここのキャップを外すと中に USB-C の端子が出てきまして、これを iPhone 17 Pro のこの USB-C 端子に挿します。そしてここに Apple Watch 載せます。そうするとこのように充電することができます。これもねこんなにコンパクトなので Apple Watch に同梱されている充電ケーブルなんかはね結構長くてかさばったりするんですけど、これであればねバッグの中に入れておいてもかさばりません。で AirPods Pro もねこれで充電できますので、これね一つ持っておくといいですよね。アンカーのポータブルマグネティックチャージャー。はい、充電器周りはこんな感じですかね。あとメンテナンスアイテムとしてはこちらエレコムのクリーニングクロス S サイズ、こちらもおすすめです。これもねもう何度も紹介していますが、ディスプレイやレンズに指紋とかがついた時にさっと拭き取るクリーニングクロスです。本当ねこれで拭き取るとめちゃくちゃ綺麗になります。携帯するのにはこれぐらいの S サイズ、このサイズがねちょうどいいんじゃないかなと思います。これがあれば iPhone の画面はいつでも綺麗に保っておけるので、こちらもねめちゃくちゃおすすめです。まだ持ってない方、使ったことがない方、ぜひこちら使ってみてください。はい、そういうわけで今日は iPhone 17 Pro と一緒に買い揃えたアクセサリー周辺機器を紹介しました。今日紹介したアイテムは全て概要欄にリンクを貼っておりますので、気になる方はチェックしてみてください。このチャンネルではこうした iPhone など Apple 製品に関する動画もいろいろ上げていますので、よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。あとベルマークも押しておいていただけたら嬉しいです。もしこの動画が良かった、参考になったと思った方はぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。